やっとですね、刻みと腰掛けあり継ぎというふうになりますですね。こっち側の外側あり継ぎの目木の方と、はい、では前回の続きで荻の加工の方、あり付きの荻ですねの加工の方をやっていきます。人によって入れる順番違うと思うんですが、まず丸のこの深さを設定します。この墨ですね。この墨よりも深くします。これわざとちょっと大きめに深くします。こんな感じですね。ここが切りたい墨で、それよりもこれぐらい、1センチぐらいですかね、深めに設定します。で、この切り墨を切ります。これですね、この切り墨を切ります。で、この切り墨は、墨を払うという形です。墨残しというのは、正確にはこの墨半分といって、この墨1本の線の半分を切るというのが、大体基本なんですが、この頭のここに関しては、ここが当たってしまうと邪魔なんですよね。ここは別についてる必要もないし、ここが当たって他のものがつかないものぐらいだったら、ここは切った方がいいということで、これをわざと墨を払う。なので、この墨を、これが丸のこのチップ、刃の太さだとしたら、この線のど真ん中行くぐらいですね。これぐらいだとちょっと払いすぎかなと思うので、この墨の真ん中を、チップ層の刃が真ん中を通るというぐらいを墨払いと言います。で、切り墨というのは基本墨払いで切ります。で、それ以外は墨半分といって、この墨の半分です。若干残るぐらいを狙って切っていきます。その線と線がくっついたら、基本線1本分広がるじゃないですか。なので、線の半分と線の半分だったら1本の線になるよねっていう考え方ですね。なので、墨半分と言います。はい、なのでここはまずいらないので、墨を払う。これはすごい大事なポイントで、加工する上で墨を残すのか墨を払うのかというのはとても重要です。で、ここは墨を払います。切り墨は墨を払います。なので真ん中ですね。墨の真ん中を切ります。はい。で、90度回して、今度は刃の深さをこの墨ですね。この墨とぴったりぐらいに設定します。はい、ぴったりぐらいに設定します。で、この墨の、これがチップ層だとしたら、これぐらいで切りますね。この墨よりちょっと切るぐらい、こんな感じで切ります。さっきこう真ん中で切ったんですが、真ん中よりちょっとわざと内側に入れたぐらいで切ります。そうすると、ここに線ができるんですよね。ここにラインが。で、これがちょうど深さの墨になるので、次の工程で便利っていうのがあって、わざとここ半分ですね、残してあげてます。半分というか、このギャップをわざとちょっと作ってるっていう感じですね。はい。で、次にこの墨を取ります。で、これは先ほど言った墨半分ですね。墨半分になります。で、これ90度じゃない、正確な90度じゃないんですね。若干曲がっているので、角度の変わる定規を使います。今ちょっと持ってきます。はい、この角度に合わせて切ります。どうしても製材
して製材しても保管状況によっては木もねじれますし、どんなに乾燥している材料でもちょっとしたことでこうねじれたりとかするんですよね。それをうまく、そういう木材とうまく付き合っていくっていうのもやっぱ大事なところだと思います。で切る場所が決まったら、あとはガイドを切っていきます。もうちょっとですかね。あとここまた丸のこの刃をいっぱい入れて、ここを砕いていくという感じです。でここを取ります。でここを仕上げる。であと飲みを使う上で気をつけていただきたいのは、刃の延長上に手を置かないっていうことですね。例えばこういう風にやってた時っていうのはすごい危ないですね。刃の延長に手があるので、何かの拍子にザクっていったら大怪我するので、こういう風にやる場合はすごい手を遠くに置くとか、この刃のこういった延長に何も手がないという状況でやってください。例えばこういう風にやる時も、こういう風にやったら間違いなく刺されますよね。なのでこういう時も刃の延長上、この先には何もないよという状況でやるように心がけてください。それだけの怪我っていうのはだいぶ防ぐことができると思います。で今丸のこ入れてる丸のこの深さですね、この溝が深さのガイドにもなっているので、これを基準に大体こういうふうに掘っています。こういう動きしてるときですね。こういう動きしてるときにこう手気をつけてください。こういうふうにやったらこうやって本当刺さってこの辺切ってっていう人も見たことあるので、本当気をつけてください。死ねますよね。この丸のこのガイドの線が、丸のこの深さののこメスがなくなるぐらいまでいけば大体平らになっているので、まずはそこまでの手前ぐらい取ってあげて、で差し金で平らかどうかを確認します。このポイントとこのポイントで、こうやって結んで、真ん中が高かったらこういうふうにカタカタするんですよね。でそれがないようにこうやって平らであるのを確認します。あとこの斜めとですね。実際アリがつく部分ってこの辺だけなんですけども、この時点でこの平らっていうのを確認しておかないと、このなくなった後だと確認がしようがないんですよね。なのでこの状態できちっと平らであるというのを確認してください。いいですね。であとこのライン
も、差し金、今まっすぐ差し金切ったんでまっすぐなんですけど、こっちがちょっと墨残ってますよね。なのでここをちょっと取ってあげます。で、まあキワガンナで取る人もいるんですが、まあそこまで道具がないという想定でいきます。僕もキワガンナあるんですが、まあこれはもうどこで一発いけてればそれが一番いいです。で、それでもまだこういうふうに残ってしまったものをのみでやむなしって感じです。本当は一発でいくならその方が間違いなくいいです。はい。で、こうやってみます。で、今こっち側を削ったんで当然真ん中が高くなります。高くなるのでこういうふうにカタカタとなります。このカタカタをなくなるように今度真ん中を取っておきます。今カタカタ言ってるんで、この辺が高いところですね。この辺が高いのでカタカタ言っているという状況なので、この真ん中の高い部分を本当は上から行くんですけど、映ります。ここの内側を削る用ののみ、剣先っていう道具もあるんですけど、のみでも取れるので、あとはのみで。のみで取ってあげます。で、このカタカタがなくフラットですね。厳密に言うにと、ほんとごくわずかに光が真ん中漏れてるぐらい、本当にごくわずかに光が漏れるぐらいが一番いいと思います。はい。で、今、こことここが切り終わりました。で、次に、丸のこを、ここですね。ここをまずのこ入れます。で、丸のこの刃の深さを、アリの首のところまで、ここですね。アリの首のところに設定して、これも墨半分ですね。90度回して、で、切れます。はい、若干こっち残ってますね。で、次にここを切ります。これですね、この斜めのやつ。慣れてくると丸のこういうふうに縦にしてこういうふうに切るんですが、ちょっと危ないので、まずは上から切ってあとは手のこでいくというふうにしたいと思います。多分実際の現場では縦でこういうふうに
縦でこういうふうに切ると思います。ここはもうフリーハンドでいくしかないので、斜めのこのノコの際を見ながら、であとこういうふうにならないように、僕はここのベースをしっかり当てるということに意識しています。なので指はここを押さえてますね。ここを押さえて、こういうふうに転ばないようにですね。入れます。で、こっち側も。ここまで入れます。はい。で、入れたら、あとこの残ってる部分ですね。残ってる部分は手のこで切ります。で、手のこでここを切ります。どうしようか。で、ここが縦引きか横引きかの刃を使うか悩ましいところなんですが、まあ、ここは縦引きでいいかなと思います。で、音が変わってくるので、切り終わる頃って音が変わりますね。まだこので、あと細かく残ってしまった部分をのみで調整してあげます。で、90度かどうかっていうのはこういうスコヤでですね、これが90度にちゃんと落ちてるかっていうのを確認して、もしも90度よりも悪ければのみで削って調整をします。今若干墨両方とも残ってる、こっちが特に残ってますよね。で、これをのみで調整します。こういう時も絶対手の延長に指がないように、こういうふうにやらないとですね。本当呪文のように刃の先に指がないというのを本当呪文のように唱えてください。本当にこの辺やっちゃったら本当にやばいんで、剣とかあったら本当にね大変なので、怪我には気をつけてください。で、スコヤでこういうふうに90度確認しながら、取りすぎないようにですね、気をつけてください。はい、こっちもですね。
あと、これが中に入っていくんですが、入っていくときにこの角が立ってると、めくれてしまったりとかっていうことになるので、この角、面を取ります。面を取るっていうのは斜めにこういうふうに入ったときにちゃんときれいに入るようにという感じですね。はい、ここは取らなくて大丈夫です。取るのはこの頭の三角形の部分ですね。ここを取ってあげます。こことここですね。あとここも取る方もいますけど、あんまり僕取らないかもしれない。でも取る。ほんとちょっとですね。はい、でこれも慣れてくると丸ノコで面も取ります。丸ノコでこういうふうに縦にジュインジュインジュインと丸ノコで取っていきます。今は危ないので、はい、でこれで荻が完成しました。で次ネギですね。ネギの方はインパクトを使います。インパクトは丸ノコも使いますね。